プッシャーで複数のワークを同時に押し出す方法について説明します。本動画では複数のワークを同時に押し出すために必要な設定をします。本動画はプッシャーの可動部を設定する方法の続きから設定します。プッシャーに可動部が設定されたファイル works1_after.vcmx が必要です。半透明なブロックをワークを検出する範囲として使用するため、別のコンポーネントへ抽出します。モデリングタブを開きます。半透明なブロックを選択します。右クリックしてメニューを開きます。抽出からコンポーネントを抽出を選択することで、選択したジオメトリーを新しいコンポーネントへ抽出できます。コンポーネントプロパティウィンドウで名前をボックスに変更します。マニピュレーショングループのインタラクティブを選択します。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。現在、ボックスはプッシャーの可動部に追従しません。リセットボタンをクリックします。ボックスが可動部の動作に追従するように設定します。ホームタブをクリックします。ボックスを選択している状態で、階層グループのアタッチを選択します。アタッチは選択しているコンポーネントを別のコンポーネントまたはノードの子階層に設定できます。子階層のコンポーネントは親の移動に追従します。出力ウィンドウに 3D ワールドで新しい親となるノードをクリックしてくださいと表示されます。3D ワールドでリンクアンダーライン1を選択します。出力ウィンドウにリンクアンダーライン1がボックスの親となったことが表示されます。3D ワールドでリンクアンダーライン1をドラッグします。ボックスがプッシャーの動作に追従することがわかります。リセットボタンをクリックします。ワークを検出する範囲を定義するため、干渉チェックを設定します。プログラムタブをクリックします。干渉検出グループからディテクターを編集を選択します。干渉ディテクターウィンドウで干渉チェックの詳細を設定できます。デフォルトでは選択体ワールドという名前の干渉ディテクターが設定されています。選択体ワールドは現在選択しているコンポーネントと 3D ワールドにあるすべてのコンポーネントの干渉を検出できます。選択体ワールドの右側にあるアイコンをクリックし、干渉ディテクターをオフにします。新しい干渉ディテクターを追加します。3D ワールドの何もない場所をクリックし、選択を解除します。干渉ディテクターウィンドウの検索ボックスの右側にあるプラスアイコンをクリックし、干渉ディテクターを追加を選択します。新しい干渉ディテクターを追加できます。プロパティの干渉を検出では、記録する干渉について設定できます。最初は、最初に検出した干渉のみ記録します。すべては、検出した干渉をすべて記録します。今回はすべてを選択します。干渉チェックの対象となるコンポーネントを定義します。リスト A とリスト B に定義されたコンポーネント間の干渉を検出できます。3D ワールドでボックスを選択します。ミニツールバーが表示され、A アイコンを選択するとリスト A に、B アイコンを選択するとリスト B に追加できます。今回は A アイコンをクリックします。干渉ディテクターウィンドウのリスト A にボックスが追加されたことがわかります。
コンポーネントを選択した状態で、選択を追加をクリックすることでも、開いているリストにコンポーネントを追加できます。リスト A のコンポーネントは緑。リスト B のコンポーネントは青く表示されます。干渉マテリアルを変更することで、干渉発生時のコンポーネントの色を変更できます。リスト A のコンポーネントは色を変更しないため、干渉発生前と同じトランスプアンダーラインレッドを選択します。リスト B を設定するため、タブ B をクリックします。ワークがシミュレーション開始後に生成される場合もあるため、現時点ではリスト B にコンポーネントを追加しません。シミュレーション開始後、Python スクリプトでリスト B にコンポーネントを追加します。干渉発生時のコンポーネントの色を設定します。干渉マテリアルをクリックし、ブルーを選択します。リストからコンポーネントを除外する場合、3D ワールドでコンポーネントを選択したときに表示されるミニツールバーか、リストのコンポーネント名の右側にあるゴミ箱アイコンをクリックします。リストのチェックボックスからチェックを外すことでも除外することができます。設定した干渉ディテクターを有効にするため、干渉検出グループのディテクターを有効にするにチェックをつけます。干渉の停止は、干渉を検出した場合、シミュレーションを一時停止する機能です。今回は一時停止しないため、チェックがついていないことを確認します。ワークを押し出すため、プッシャーの可動部にワークを格納する設定を追加します。干渉ディテクターウィンドウの閉じるをクリックします。プッシャーを選択し、モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウでリンクアンダーライン1を選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、マテリアルフローからコンポーネントコンテナを選択します。コンテナは設定したコンポーネントに別のコンポーネントを格納できます。ノードにコンテナを設定することで、可動部の動作に格納したコンポーネントを追従させることができます。プッシャーに動作を指示するため、シグナルを追加します。コンポーネントグラフウィンドウでプッシャーを選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。ブール型シグナルはオン・オフを通知できます。プロパティウィンドウで名前をプッシュに変更します。同様にもう一つシグナルを追加します。名前はプルです。複数のワークを同時に押し出すために必要な設定についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。